こんにちは、京子ニッツです。いつもご視聴をありがとうございます。今回はご一緒にトーアップのレースソックスを編んでいきましょう。レースの穴のことをアイレットと呼びますが、大きなアイレットの足首までのソックスです。涼しげな名前にしたかったので、琥珀糖レースソックスという名前にしました。とても可愛くてどこか面白い感じのソックス。編むのも履くのも楽しいです。編み方は難しくないので気楽に楽しんでいただけたら嬉しいです。なぜ足首までのソックスなのか、これには理由があるんです。このアイレットは掛け目を2回繰り返して作っているんですが、このような大きいアイレットはレッグの編み地にあると重力で編み地が下がってくるとなくなって見えなくなってしまうんです。これは私は自分で失敗体験してますので、今回レッグのない足首までのソックスにしました。またこのネット状の編み地はとても伸びやすいので、底やかかととバランスを取るように少し目数や段数を調節しました。また嬉しいのは少しの糸で編めるところです。このソックスの糸はオパールコットンです。約 45g で編むことができました。構成を説明しますね。まずつま先の先端でトルコ式作り目の方法で作り目して、つま先を輪に増やし目しながら編みます。次に増減なしに甲と底を編みます。甲側だけレース模様、底側はメリヤスで模様なしに表目に編みます。次にかかとを編みます。かかとはソックスの輪の半分の目を往復編みで編みます。シャドーラップの方法を使います。かかとを編む間、甲側の目は休ませておきます。かかとが終わったらまた輪に戻ってカフを編みます。最後は伸縮性のある伏せ止めをして完成です。では次、糸と用具の紹介をしていきますね。糸は中細ソックヤーンを合計約 45g、 サンプルはオパールコットンの KFS の糸を使いました。こんな残り糸で編むことができました。使う糸量は糸の種類や編む人の手加減、ソックスのサイズによっても変わってくるので目安と考えてくださいね。針は日本サイズ1号または海外サイズ 2.5mm の80センチ程度の輪針です。マジックループの方法で編んでいます。甲のレース模様は緩くなりやすいので、人によっては細い針で編むと良いかもしれないです。あと、あると便利なのは取り外しできるオープニングマーカーです。それからとじ針とメジャーか物差しを使います。では編んでみましょう。どうぞお付き合いください。それではつま先を編んでいきましょう。ターキッシュキャストオントルコ式作り目の方法で輪針の各針に12目ずつ合計24目作り目します。まず糸と針をこのように持ちます。そして12回巻きます。しっかりきつめに巻いてくださいね。12回巻けました。糸の巻き始めと巻き終わりを指でしっかり押さえて作業してください。下にある針を引き抜いて、上の針にかかっている糸を目として表目に編んでいきます。やりにくいんですが、左手でしっかり押さえながらなんとか編んでしまいます。まず1目目、こんな感じです。2目目、3目目、全部で12目になります。
巻き始めの糸がほどけないようにしっかり左手で留めながら編んでください。最後の目はとってもほどけやすいので留めながらなんとか編んでしまいます。編めました。全部で12目になっています。今糸端と編んでいる糸が交差していますよね。これをほどかないように気をつけて向きを変えます。そしてコードを移動して今コード上にある糸を針に乗せます。こんな感じです。今上の針にかかっている糸を目として表目に編んでいきます。こちらも12目になります。1目目、2目目、3目目、全部で12目になります。この作り目をしている時にもし糸が緩んでしまったらもう最初からやり直すのがいいと思います。そう大したことじゃないですからね。最初がきっちりできているとソックスもきれいに出来上がります。編み上がりました。これで作り目ができました。各針に12目ずつ合計で24目作り目できました。ここでこの動画内で使う図の紹介をしますね。画面に図を表示しています。この図はこれから編む1周分の編み方になります。この部分的な編み方の図を動画内ではチャートと呼びますね。まず最初の周では今2つの針にかかっている12目ずつ全部で24目をずっと表目に編みます。このチャートはそのことを示しています。チャートは編み地を表側から見た状態を示していて、ブランクの四角は表目です。×2というのは12目を2回編むという意味で、矢印のある側から編みます。では1周ずっと表目に編みます。針にかかっている12目をすべて表目に編みます。1目目、2目目、ちょっと編みにくいのですが緩まないようにきつめに編んでいきます。全部で12目になります。あと2目ですね。編めました。そしたら反対側の目も同じように表目に編みます。特に針の最初の目はよく引き締めて編むと良いです。すべての目を表目に編みます。全部で12目です。編めました。ここからつま先の増やし目をしていきます。各針にかかっている目の両サイドで増やし目をしていきます。まずチャートで説明をしますね。2周1組で最初の周で増やし目をし、次の周ではずっと表目を編みます。
各針にかかっている目の編み方は同じという意味で ×2 がついています。輪に編むので2周とも右側の矢印の側から編みます。くるんとしたループの記号は右側にあるのが左ねじり増し目、左側にあるのが右ねじり増し目です。編みやすい方どちらかに統一して編んでも大丈夫です。もともと12目なので2目増やし目することで14目になります。では実際に編んでいきましょう。まず表目を1目、それから左ねじり増し目です。目と目の間の糸を右針で拾って、その糸から表目を1目編み出します。できました。そして10目表目を編みます。10目編むとこの針に最後1目残った状態になります。針に1目残るまで表目を編みます。ここまでですね。そうしたら右ねじり増し目をします。目と目の間の糸を拾ってその糸から1目編み出します。できました。最後表目を1目、これで片側の1周目が編めました。2目増えたので14目になっています。反対側の針も同じように編んでいきます。まず表目を1目、そして左ねじり増し目です。目と目の間の糸を拾ってその糸から表目を1目編み出します。できました。そして針に1目残るところまで表目を編んでいきます。針に1目残るところまで表目です。ここまでですね。そうしたら右ねじり増し目、目と目の間の糸を拾ってその糸から表目を1目編み出します。できました。最後表目1目です。編めました。2目増えて14目になりました。両方の針の1周目が編めたので2周目です。2周目はすべての目を表目に編みます。2周目すべての目を表目に編みます。針の最後まで表目です。両方の針のすべての目を表目に編めたところです。これでチャートの2周目が編めました。さてここでつま先のどちらの面が先に編む側かマーカーをつけて分かるようにすると良いです。つま先を編むときどちらが最初に編む側か分からなくなることがよくあるんですよね。どちらが最初か分かるようにオープニングマーカーをこんな風につけておくと良いです。つま先引き続き編んでいきます。以降は今編んだ2周と同様に増やし目をする周、増やし目なしにずっと表目を編む周の2周のセットを各針にそれぞれ30目になるまで繰り返していきます。次の周を編んでみます。増やし目の周ですね。まず表目1目、
それから左ねじり増し目です。目と目の間の糸をすくって、その糸から1目表目を編み出します。できました。そして針に最後1目残るところまで表目を編みます。針に最後1目残るところまで表目です。あと3目ですかね。ここまでです。そしたら右ねじり増し目です。目と目の間の糸をすくって、その糸から1目表目を編みます。編めました。そして最後表目を1目、片方の針が編めましたね。もう片方の針も同様に編みます。今編んだ方の針は2目増えて16目になっています。もう片方の針も編み始めます。まず表目1目、それから左ねじり増し目、目と目の間の糸をすくって、その糸から1目表目を編み出します。できました。そして針に最後1目残るところまで表目です。ねじり増し目はどちらかやりやすい方に統一してもいいですよ。左ねじり増し目の方がやりやすいですかね。編み始めの方に出てくる方のやり方です。右ねじり増し目ですね。目と目の間の糸をすくって、その糸から1目表目を編み出します。編めました。そして最後表目1目、こちらの針も編めました。そしたら2周目、すべての目を表目に編みます。1周表目です。1周表目に編めたところです。今の2周と同じ手順で各針にそれぞれ30目になるまで編んでいってください。各針に30目ずつ、合計で60目になるまで編み上がったところです。増やし目をした箇所はこんな感じ。反対側もこんな感じになっています。つま先はこれで完成です。お疲れ様でした。いよいよコート底で大きなアイレットを編んでいきましょう。コート底を編んでいきましょう。まず完成したところを見てください。こんな感じになります。輪の前半を甲側としてレース模様を編み、後半を底としてメリヤスを編んでいきます。どれくらいまで編むかというと、こうやってつま先の先端から測って希望する完成底丈より5センチ短い長さになるまで編みます。なぜ5センチかというと、甲と底の後に編むかかとの長さが5センチになるからです。では作業していきます。まず目数の設定をしますね。今回甲側を28目、底側を32目で編みます。通常は模様の都合で調整するときは甲側が1目多めになることがよくありますが、今回は甲側の編み地がとても伸びやすいので甲側の目を少なめにします。つま先を編み終わった各針に30目ずつの状態から作業していきます。表目を1目編んで、
編んだ目をコードを通して外側の目にします。次に甲側の最後の目をコードを通して、これも底側の目にします。甲側が28目、底側が32目になりました。まず記号の説明をしますね。丸は掛け目。掛け目が2つ続いていることで大きなアイレットになるわけです。漢字の人のような記号は左上に目一度。入るという字のような記号は右上に目一度です。3本の線でできた記号は右上3目一度です。ブランクの四角は表目というのは先ほどつま先でお伝えしましたね。マイナスの記号は裏目を表しています。ごちゃごちゃして見えますが、模様の繰り返しです。ここは8回の繰り返しになっています。実演するときにはこちらの繰り返しを省略した小さいチャートを表示しますね。赤い四角は繰り返しです。赤い四角を8回繰り返すという意味です。さて、ここでちょっと脱線して右上3目一度の私の編み方についてお伝えします。なぜかというと、私は右上3目一度を多くのチュートリアル動画と違う方法で編んでいるからなんです。実演を見て混乱する方がいるかもしれないので説明させていただいています。他の動画でも同じようにお伝えしているので、見る必要がなかったら次のタイムスタンプまでスキップしてくださいね。一般的に右上3目一度はこのように編む場合が多いかと思います。表目を編むように滑り目、左上2目一度のように2目を一度に編み、滑った目をかぶせる。こんな感じですね。実はというほどのことでもないのですが、私はこうやっていつも編んでいます。表目を編むように滑り目を2回、表目を編んで滑った2目を編んだ目にかぶせる。こんな感じです。これはこのようにも編めます。表目を編むように滑り目を3回、そして滑った目に左側から針を差し入れて、そのまま表目を編む。こんな感じですね。この方法だと間違えた時に解くのが簡単なんです。こんな感じですね。目のかかり方は逆になってしまうので、こう直したりするんですが、どちらでもお好みの方法で編んでみてください。コート底に戻って周1を編んでいきます。まず左上2目一度ですね。そして掛け目を2回、次が右上3目一度、次が掛け目が2回、右上3目一度、掛け目2回、
右上3目一度、すでに大きな穴が開いてますね。掛け目2回、右上3目一度です。掛け目2回、右上3目一度、掛け目2回、右上3目一度、掛け目2回、右上3目一度、掛け目2回、右上3目一度。これで右上3目一度8回目ですかね。そして掛け目2回、右上2目一度です。周1が編めました。こんな感じです。底側はずっと表目を編みます。底側をずっと表目で編んだところです。編み地を返して周2を編んでいきます。まず表目1目、そしたら次2目の掛け目です。2目の掛け目は大きな穴になっているので、この大きな穴に表目、裏目と2目編み込んでいきます。裏目、表目という順番でも構いません。次表1目、そして2目の掛け目に表、裏と編み込んでいきます。表目1目、裏目1目、次表目1目、また2目の掛け目に編み込みます。2目編み込みます。表1目、裏目1目、表1目、次2目の掛け目に2目編み込んでいきます。表1目、裏目1目、次表目1目編んで、また2目の掛け目に表目1目、裏目1目と編み込みます。表1目編んで、次また2目の掛け目、表目1目、裏目1目、表目1目、次また2目の掛け目です。表目1目、裏目1目と編み込みます。表1目編んで、表目1目、裏目1目と編み入れます。次また表1目、2目の掛け目に表目1目、裏目1目と編み込みます。最後表1目です。周2が編めました。でっかいアイレットができましたよ。2目の掛け目に2目編み入れることで目数が減らないで大きな穴が開くことになります。底側は表目を編んでください。
底側をすべて表目に編めたところです。今編んだ2周のセットを繰り返して編んでいきます。もう1セット実演しますね。周1を編みます。まず最初は左上に目一度、そして掛け目を2回、右上3目一度、掛け目を2回、右上3目一度、掛け目を2回、右上3目一度、掛け目を2回、右上3目一度です。掛け目を2回、右上3目一度、掛け目を2回、右上3目一度、掛け目を2回、また右上3目一度です。掛け目を2回、右上3目一度、右上3目一度はこれで最後ですね。掛け目を2回、右上2目一度です。周1が編めました。こんな感じです。模様が下の段とずれていないかどうか確認しながら編むと良いと思います。そして底側はすべて表目です。底側をすべて表目で編めました。編み地を返して周2を編んでいきます。2回の掛け目に表目裏目と2目編み込んでいく周です。まず表目1、そして2目の掛け目に表目裏目と編み入れます。次表目1目、そして2目の掛け目に表目1裏目1と編み入れます。次表目1目、そしてまた2目の掛け目に表目1裏目1、次1目表目、こんな感じですね。次2目の掛け目に表目1裏目1と編み入れます。次表目1、2目の掛け目に表目1裏目1と編み入れます。次表目1、また2目の掛け目に表目1裏目1と編み入れます。次表目1、また2目の掛け目表目1裏目1と編み入れます。
次普通に表目1、また2目の掛け目に表目1、裏目1と編み入れます。次表目1、また2目の掛け目です。表目1、裏目1と編み入れます。最後表目1です。周2の甲側編めましたね。模様はこんな感じです。大きなアイレットができていますね。底側は表目です。周1と周2を何セットか編めたところです。めっちゃネットの編み地になってますね。面白いです。つま先の先端から測って希望する完成底丈より5センチ短い長さになるまで編んでください。その時周2で終わるようにしてください。希望する完成底丈より5センチ短い長さになるまで編めたところです。甲側の編み地はこんな風に緩みやすいので、底側の編み地で測るようにしてください。この編み地はアイレットを数えればどのくらい編んだかわかりますね。私はアイレットが27個になるまで編みました。ソックスはもう片方も同じに編みたいので、もう片方を編むときは長さを測るのではなく、アイレットが同じ数になるところまで編むようにすると良いと思います。では次、かかとに行きましょう。いよいよかかとですね。きっと動画と一緒に編んでいくといつの間にか編めていますよ。まず完成の形を見てくださいね。かかとは底側の目だけを往復に編みます。その間甲側の目は休めておきます。前半引き返し編みで編む目を減らしながら山形に編みます。後半は編む目を増やしながら編んでいきます。引き返し編みはシャドーラップの方法を使います。今底側32目、甲側28目です。この状態から編み始めます。準備として甲側を1段ずっと表目を編みます。レッグも甲の模様が続く場合は模様の引き続く段を編みますが、今回は甲の模様は終了で表目を編みます。甲側を1段編みました。こんな感じになっています。ここから底側の32目を往復編みで編んでいきます。その間甲側の目はコードに残して休めておきます。今回かかとは編みながら画面上で説明していきますね。感覚的に分かりやすいよう説明できたらと思います。まず1往復編んで、この両端の目をシャドーラップの目にします。実際に編んでみます。それからかかとはシャドーラップの方法で編んでいきますが、シャドーラップの方法は細かい部分でやり方がいくつかあるようです。私の実演がもしいつもやっている方法と違うという方は慣れている方法で編んでくださいね。まず最後の1目手前まで表目に編みます。最後の目1目手前まで表目を編みます。最後の1目手前まで表目です。あと少しというところまで編んできました。編めましたね。そしたらこの最後の目をシャドーラップの目にします。1目下の目を右針で拾って左針にかけて、その糸から表目に編みます。そして編んだ目を左針に移して、
シャドーラップの目の出来上がり。そして編み地を返して今度はこちら側の最後の目1目手前まで裏目を編んでいきます。最後の1目手前まで裏目です。最後の1目手前まで裏目。あと少しというところまで裏目を編んできました。編めましたね。この目をシャドーラップの目にしていきます。前の段の目を右針で拾って左針に移してその糸から裏目を1目編みます。そして編んだ目を左針に移してシャドーラップの目の出来上がり。これで両端に1組シャドーラップの目ができました。次の1往復では今作ったシャドーラップの内側の目だけを編んで今矢印のついている目をシャドーラップにします。編んでみます。まず先ほど作ったシャドーラップの目の1目手前まで表目を編みます。あと少しというところまで表目を編んできました。シャドーラップの目の1目手前まで表目です。ここまでです。次の目をシャドーラップの目にしていきます。1段下の目を右針で拾って左針にかけてその糸から表目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの目の出来上がり。2目シャドーラップの目が並んでいる状態です。そして編み地を返したら今度はこちらの目をシャドーラップにしていきます。先ほど作ったシャドーラップの目の1目手前の目をシャドーラップにします。この目の手前まで裏目を編んでいきます。あと少しでシャドーラップの1目手前というところまで裏目を編んできました。あと1目ですね。編めました。次の目をシャドーラップにしていきます。1段下の目の糸を右針で拾って左針にかけてその糸から裏目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの目の出来上がりです。シャドーラップの目が2つ並んでいますね。編み地の両側にシャドーラップの目が2つずつになりました。今編んだ1往復と同様に編んで左右のシャドーラップの目が11ずつになるまで編みます。1往復編むごとに両側のシャドーラップの目が1つずつ増えていきます。もう1往復実演しますね。次の1往復では今矢印のついている目をシャドーラップの目にしていきます。まずシャドーラップの目の1目手前まで表目を編みます。ここまでですね。
あと少しというところまで表目を編んできました。ここまでですね。次の目をシャドーラップの目にしていきます。1段下の目の糸を右針で拾って左針にかけて、その糸から表目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの目の出来上がり。そしたら編み地を返して今度はこちら側のシャドーラップの目の1目手前まで裏目を編んでいきます。シャドーラップの目の1目手前まで裏目です。あと少しというところまで裏目を編んできました。ここまでです。次の目をシャドーラップの目にしていきます。1段下の目の糸を右針で拾って左針にかけます。その糸から裏目を1目編みます。編んだ目を左針に移します。これでシャドーラップの目の出来上がり。両側のシャドーラップの目が3つずつになりました。同じように往復を繰り返して両側のシャドーラップの目が11ずつになるまで繰り返していってください。両側に11ずつシャドーラップの目があるところまで編めました。中央には通常の目が10目ある状態になっています。これで前半は終わりです。次から後半に入っていきます。次の1往復では一番最初に現れるシャドーラップの目、画像では左側の黄色の矢印の目を1目として表目に編み、次に隣の青い矢印のシャドーラップの目をシャドーラップします。シャドーラップされている目をさらにシャドーラップするわけです。編み地を返して裏を見て編む段で、今画像の右側の黄色の矢印の目を1目として裏目に編み、隣の青い矢印の目をさらにシャドーラップします。編んでみますね。まず最初のシャドーラップの目の手前まで表目を編みます。ここは10目なので割とすぐ編めますね。最初のシャドーラップの目の手前まで表目です。全部で10目になります。あと1目編めましたね。そしたらこのシャドーラップの目を1目として表目に編みます。編めました。そしたら次のシャドーラップされている目をさらにシャドーラップします。1段下の目の糸を左針に持ち上げて、その糸から表目を1目編みます。編んだ目を左針に移します。できました。3本糸がかかっていますね。そしたら編み地を返してこちらもシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の手前まで裏目です。
あと1目ですね。編めました。そしたらこのシャドーラップの目を1目として裏目に編みます。次、シャドーラップされている目をさらにシャドーラップします。1段下の目の糸を右針で拾って左針にかけ、その糸から裏目を1目編みます。編んだ目を左針に移します。シャドーラップができました。こちらも3本糸がかかっています。これで1往復編めました。次の1往復も今編んだ1往復と同じ手順で編みます。最初に現れるシャドーラップを1目として表目に編み、次のシャドーラップの目をさらにシャドーラップします。まず最初のシャドーラップの目の手前まで表目で編みます。シャドーラップの目の手前まで表目です。編めました。そしたらこの3本の糸のシャドーラップを1目として表目で編みます。編めました。次のシャドーラップの目をさらにシャドーラップします。1段下の目の糸を右針で左針に持ち上げて、その糸から表目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの出来上がり。3本の糸のシャドーラップです。編み地を返してこちら側も同様な手順です。最初に現れるシャドーラップの目を1目として裏目に編み、次のシャドーラップの目をさらにシャドーラップします。まずシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の手前まで裏目です。あと少しですね。編めました。そしたらこの3本の糸のシャドーラップの目を1目として裏目に編みます。編めました。そして次のシャドーラップの目をさらにシャドーラップ、1段下の目の糸を右針で左針にかけて、その糸から裏目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの出来上がり。3本の糸のシャドーラップです。2往復目が編めました。かかとっぽくなってきましたね。同様の手順でシャドーラップする目がなくなるまで往復を繰り返して編みます。もう1往復実演しますね。まずシャドーラップの目の手前まで表目を編みます。シャドーラップの目の手前まで表目です。3本の糸のシャドーラップの手前まで表目です。編めましたね。そしたらこの3本の糸を1目として表目に編みます。次、シャドーラップの目をさらにシャドーラップ、右針で1段下の糸を左針に持ち上げて、その糸から表目を1目編みます。
編んだ目を左針に移してシャドーラップの出来上がり。編み地を返してこちらもシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の手前まで裏目です。3本の糸でできたシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。編めました。このシャドーラップの目を一目として裏目に編みます。ちょっとピンボケでごめんなさい。そして次のシャドーラップの目をさらにシャドーラップ1段下の目の糸を左針に持ち上げて、その糸から裏目を1目編みます。編んだ目を左針に移してシャドーラップの出来上がり。同様の手順で往復を繰り返します。繰り返していくと左右のシャドーラップの目がどんどん減っていきます。一番端の目をシャドーラップする段まで編んでいってください。一番端の目をシャドーラップする段まで編んだところです。両側にシャドーラップが1つずつ、中央に通常の目が30目という状態です。かかとがほぼ出来上がりました。あとは終了処理になります。まずはシャドーラップの目の手前まで表目に編んで、最後に残ったシャドーラップの目を一目として表目に編みます。シャドーラップの目の手前まで表目です。あと少しのところまで表目を編んできました。シャドーラップの目の手前まで編めましたね。そしたらこの3本の糸を一目として編んで、これでこの段は終了です。あと1目右側にシャドーラップが残っていますね。次1周ぐるっと編んで、このシャドーラップの目も一目として編んでいきます。甲側の目はずっと表目を編みます。甲側編むの久しぶりですね。ずっと表目に編みます。甲側が編めたところです。かかと側、最初の一目がシャドーラップの目になっています。ここですね。この最初の目です。これを一目として表目に編みます。編めましたね。よく引き締めて引き続き表目を編んでいきます。針の最後まで表目に編みます。針の最後まで表目を編み終わったところです。かかとが完成しました。ソックス編みで一番ホットなかかとが完成しましたよ。このソックスはレッグは編まないので、あとカフと伏せ止めだけです。カフに行きましょう。次はカフを編んでいきます。今甲側28目、かかと側32目、合計60目です。この状態から
カフを編んでいきます。カフは表目2目裏目2目の2目ゴム編みを合計で8周編みます。では編んでいきます。表目表目裏目裏目、この4目を繰り返します。表2目裏目2目表2目裏目2目、こんな感じです。これを1周繰り返します。1周編めたところです。ここで1周目の1目目にオープニングマーカーをつけておくと良いです。こうしておくとゴム編みの周数を数えるのが楽になります。引き続きあと7周2目ゴム編みを編んでいきます。2周目を編んでいきます。表目表目裏目裏目表目表目裏目裏目、これを繰り返していきます。8周目まで編めたところです。かかと側はこんな感じ。かわいいですね。マーカーを1周目として数えると正確に8周数えることができます。こんな感じです。青いマーカーはちょっと見づらかったですね。ごめんなさい。次は伏せ止めに進んでいきましょう。伏せ止めしていきましょう。伸縮性のある伏せ目の方法を使っていきます。ジュディさんの驚くほど伸縮性のある伏せ止めという方法です。まず周の最初に隙間ができやすいので、このように目を移動します。マジックループの編み地の折り返し地点は糸が緩みやすいので、作業の箇所を編み地の中央になるようにします。この状態から伏せ目していきます。伏せ止めは伏せる目が表目の時と裏目の時でやり方が変わります。あと最初の目だけ少し違う方法になります。では伏せ止めしていきます。最初の目です。掛け目して表目に編み、かけた目を編んだ目にかぶせます。次表目です。掛け目して表目に編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次裏目です。掛け目して裏目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせる。次も裏目、掛け目して裏目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次表目、掛け目して表目に編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせる。次表目、掛け目して表目に編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次裏目、掛け目して裏目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせる。次も裏目、掛け目して裏目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。これを繰り返します。掛け目、表目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせる。
表目掛け目して表目に編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次裏目掛け目して裏目に編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次も裏目掛け目して裏目に編んで、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。この針の最後表目ですね。かけ目して表目に編んで、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。こんな感じの伏せ止めになっています。分厚くて糸をたくさん使っているので伸縮性があるんですね。このやり方の伏せ止めを輪の最後の目まで繰り返していきますので、作業しやすいように目を移動します。この続きはこんな感じにセッティングするとやりやすいのではないかと思います。お好きなセッティングで最後まで伏せ止めしていってください。最後の目まで伏せ止めできたところです。そしたら糸をこのぐらい残してカットします。あとは糸始末だけです。糸始末していきましょう。とじ針を使って伏せ止めの始めと終わりがわからないように糸始末していきます。まず2目ゴム編みの最初の表目の上の鎖の目のようになっている部分、ここにまず糸を通します。私はいつもこんな風に針で編み地の糸を拾ってから糸端を針の穴に通します。このやり方だと糸端が短くてもストレスなく作業できます。糸端を通せました。そしたらこの糸端がもともと出てきている部分に糸を戻してやります。ちょっと引っ張るとどこから出てるかわかりますね。ここに糸を戻してやると、ここで一目鎖の目ができるようになって、伏せ止めの最初と最後がわからなくなります。そしたらあとは糸端を編み地に入れていきます。針の先で編み地の糸を拾っていきます。これくらいですかね。ここに糸端を通していきます。そしてこの時糸がきつくなりすぎないようによく伸ばしておきます。ソックスを履いた時に糸がきつすぎるとずれてしまうのでよく伸ばしておきます。そして向きを変えて糸端を入れていきます。ここに糸端を入れていきます。この時もきつくならないように気をつけます。そしてもう一回方向を変えて糸端を入れていきますね。この時一度通したのと同じ経路を通して糸を通してやるとしっかり糸始末できます。最初に通したところですね。この時はもう少し
先の尖ったとじ針を使うとやりやすいです。ちょっと通しにくくて苦戦しています。通せましたね。表に響いてないことも確認します。そして糸端を通していきます。やっぱりきつくならないように気をつけます。きれいに糸始末できましたね。そしたらもうこの糸はカットしていいですね。カフの糸始末ができました。いい感じにできていますね。あとつま先側の糸始末が残っていますね。そちらも表に響かないように、糸がきつすぎて釣れないように注意して糸始末してください。さて、琥珀糖レースソックス片方出来上がりました。もう片方も同じように編んでくださいね。このソックスは可愛くてなんか面白いですね。レッグがないので少ない糸で編めて比較的早く編み上がりますから、気楽に編んでいただけたら嬉しいです。長い動画に最後までお付き合いくださってどうもありがとうございました。この動画が良いと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。